皆さん、こんにちは。現在、JR 松山駅の旧駅舎に来ています。それが新駅舎になって、この変わりようでびっくりしています。木を使った天井の湾曲したデザインもかっこいい。ペンになった案内図は、証券会社の株価表示のディスプレイみたい。改札口の天井が奥の方まで貫いている感じがとてもいいです。あ、紀北町のラッピングがされた鬼列車ですよ。みきゃんちゃんのお散歩の暗予号も連結されていましたよ。アンパンマン列車がいるね。今日はラッピング祭りなの？今からオレンジフェリーの無料連絡バスが来る今治駅まで移動です。松山から今治は普通列車で1時間ほどかかります。本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はすべてのドアがバリーさんで有名な今治駅に到着。停止してからドア押しボタンが使えるまで少々お待ちください。着いた着いた。1時間も普通列車に乗車するのは案外きついね。ここがタオルで有名な今治です。いましたよ。今治のゆるキャラスター、バリーさんです。ゆるキャラグランプリで2012年にグランプリを受賞したこともあるんです。バリーさんは頭に来島海峡大橋をイメージしたクラウンをかぶり、タオル生地の腹巻きをし、手には船の形をした財布を持っているんです。オレンジフェリーの連絡バスが来ましたよ。お待たせしました。自動付きバスをご利用くださいましてありがとうございます。オレンジフェリー愛媛が見えてきましたよ。今治駅から東横まで54分かかりました。JR 松山駅から東横まで出ている連絡バスは1250円かかります。こちらのルートを使うと新しくできた JR 松山駅が楽しめ、電車で1080円です。こちらの連絡バスは無料です。こちらが東横です。現在時刻は20時54分。乗船開始が20時ですので乗船は可能です。ちなみに JR 松山駅から東横まで出ている連絡バスは東横に21時23分に到着します。長いエスカレーターを上がり、待合室まで行ってみましょう。
4階まで上がってきました。こちらが待合室です。ブルー、オレンジ、グリーンと3色のカモメのシルエットがオレンジフェリーのトレードマークです。オレンジフェリーの料金表を入れておきますので、ご参考にしてみてくださいね。こんばんは。あ、こんばんは。フロントでかけるお願いします。はい。昨日と同じ部屋です。同じお部屋ですね。でしたらルーキー下船の再艦隊の返却お願いします。ありがとうございます。はい、ごゆっくり。はい。私のお部屋は4階の選手にある一番端っこのデラックスシングルです。お手洗いが近い場所でもあります。4階エントランスの階段がとてもエレガントです。さて、今日の私のお部屋に向かうことといたします。おかえりなさい、480号室。昨日から同じ部屋を使っているということで、荷物置きサービスを使いました。南港から東横、そして道後温泉で遊び、東横から南港と弾丸フェリーをしたため、大きな荷物はクローゼットに置いておき、部屋だけ清掃してもらいました。誠にありがとうございます。本線は22時午後10時発、大阪南港行き、四国開発にオレンジ愛媛でございます。仙台ですらただいま営業中でございます。食事、ちなみにアルコール類お求めのお客様には、アメニティグッズの歯ブラシ、お持ち帰りタオルがついています。部屋の色に合わせようとした布団でしょうが、シーツカバーはつけていてほしかったです。挟むように使うシーツなのですぐ外れてしまい、あるのかないのかわかんないです。枕はふわふわしていました。ベッドの足元にはテレビが置かれてあります。テーブルには椅子、洗面台、ハンドソープ、コップ、消臭スプレー、ティッシュボックスが置かれてありました。昨日に続き今日も使わせていただきましたが、とても綺麗に清掃されているのはさすがだなと思いました。
ッドの頭の上に照明パネルがあって、ここで照明の操作ができます。部屋の温度調整も各部屋ごとに操作パネルがあるのも嬉しいです。クローゼットにはハンガー2つと備え付けのスリッパもありました。部屋の全体はこんな感じでとても広く快適な空間です。出港までまだ少し時間があるので、船内を少し見に行ってみましょう。右側にデラックスシングルのお部屋が並んでいます。左側にはシングルのお部屋です。このフェリーの短い乗船時間だとキッズスペースは必要ないかもしれません。アニメ頑張っていきましょいのチラシが可愛かったな。コミック、コエル大峠さんが置かれていました。2巻に表紙にはオレンジフェリーの姿が入っているんですよ。4階には自動販売機コーナーがあります。オレンジフェリーには売店がないので、飲み物、軽食は自動販売機で買うことになります。温かいコーヒーやココアはこのコーヒーメーカーで買うこともできます。4階から5階に上がると、このフェリーを作った造船所から送られた大きな絵が飾られています。5階にはパブリックスペースもあってゆっくりできます。記念撮影のスペースも設けられていますので、記念にどうですか？5階にも自動販売機コーナーが設けられています。こちらには歯ブラシやお持ち帰りタオルなども売っています。5階の客室廊下を見てみましょう。私のお部屋とは扉が全く違って高級そう。ここがロイヤルスイートの方だけが使えるラウンジです。全面展望が可能なんだけど冬場は暗いので無理そう。5階から6階へ上がってみましょう。こちらが6階スカイラウンジです。ここから見る3層吹き抜けのエントランスがとても迫力があります。そろそろ出港時間の22時です。デッキに出てみましょう。
周りには高い建物もなく、フェリーターミナルだけが存在感を示しているようでした。人道橋もまだ船とドッキングされたままなので、まだ乗船なされていない方もいるのかもしれませんね。回転灯を回しながら人道橋がフェリーからゆっくりと離れ、間もなく出港です。フェリーに張られていたロープも離れ、出港です。サイドスラスターで岸壁から離れます。サイドスラスターとは、船の側面についている補助の動力装置で、船を左右に動かすことができるのです。出港シーンに手を振る姿はなんかいいですよね。私も振ってみました。今から東横から大阪南港に向けて、8時間の船旅楽しんできます。行ってきます。6回デッキから船内に入らず、5回の船尾から船内に入りました。こちらからもデッキに出れるなんて知らなかったので、次回からはこちらも使おうと思います。出港を見届けて、さあレストランへ夕食を食べに行くぞ。基本メニューの他に色々と好きなものを取る料理があるんですが、少し高くはないですか？冷ややっこが500円はありえない気がします。ここのプリンは大きいのですが、値段も高いですので少し遠慮してしまいます。すいません、少し愚痴っちゃいました。料理が美味しいので仕方がないのかもね。お土産もそこそこ値段が高いものが揃ってるけど、美味しいので仕方がないかな。おでんが美味しいと視聴者さんが言ってたので、次回食べてみることにします。結局、塩そばと宇和島のじゃこカツ、そしてご飯にいたしました。皆さんがご存知の一期一会は、一生に一度きりの機会や出会いを大切にしましょうという意味ですが、オレンジフェリーさんのお客様に対する一期一会という言葉がお箸の袋に書かれています。お客様との出会いを幾度も重ねていきたいという言葉が心に響きました。いただきます。今回は店内はとても空いていました。皆さん、ご飯を済ませての乗船だったのかもしれません。
ごちそうさまでした。この後、疲れていましたので、そのままお風呂へ行くこととしました。ふう、気持ちよかったです。寝る前にエントランスを撮影し、お部屋に戻りました。それでは皆さんおやすみなさい。おはようございます。現在朝5時45分です。朝の6時に大阪南港に入港するとあって、数人の方がエントランスに集まっておられました。私は6時に入港しても8時までフェリー内でゆっくり過ごそうと思っていますので、今からマジックアワーを見に6階デッキへ向かいます。6階のスカイラウンジは他のフェリー会社にはない豪華さを誇っています。昨日とは違って今日はマジックアワーが見れそうです。前方の明るいところが大阪南港フェリーターミナルです。オレンジ愛媛は旋回を終え、バックで大阪南港フェリーターミナルに入港していきます。平日ということもあって、後ろに見える高速道路には結構車が走っています。空が澄んでいてとても夜景が綺麗です。右側には名門太陽フェリーの1便北九州通が先に入港していました。大阪南港に5時半に到着した便かと思います。名門太陽フェリーの1便には乗船したことがないので、いつか乗船してみたいです。朝5時半に到着し、のんびり滞在を利用して7時まで船内で過ごすことができるようです。
バックで入港するのはとても難しそう。勢いよく行くと大変なことになりますしね。最後になりましたが、往復割引を使うと帰りの分だけ 10% 引きになるので、デラックスシングルの場合は9000円になります。とても綺麗なマジックアワーですね。これは感動です。6階のスカイラウンジの窓の外が明るくなってきたらなんか雰囲気が変わったように思います。これぞスカイラウンジという感じです。エントランスはシックで高級感があり、とても素敵です。奥に名門太陽フェリー、手前にオレンジフェリーと並ぶファンネルのコラボレーション。フェリーと聞くとトラック輸送と思われがちです。けど旅客も大部屋から個室化が進み、このオレンジフェリーは全室個室なのです。このオレンジ愛媛はトラックがなんと175台も運べるんですよ。マジックアワーもこんな時でないとなかなか見る機会もないように思います。フェリーに乗船したから見れる景色なのかもね。
デッキから6階のスカイラウンジを見ると照明の感じが素敵ですよね。現在6時30分、お腹も空いてきましたのでレストランに朝食を食べに行きましょう。朝食は洋食チケットを乗船する際に購入していましたので100円引きで食べることができます。おはようございます。お願いします。愛媛らしくポンジュース、四国産の生乳を使ったヨーグルトとこだわりが感じられる朝食プレートでした。いただきます。ごちそうさまでした。船内にはほとんど人が残っていないようで、せっかくなので再度6階スカイラウンジへ行ってみましょう。朝食を食べている間にすっかり明るくなりましたね。停泊している時に国旗が上がっているので、なぜなのかと思っていました。調べてみると、船尾に挙げられているのはこの船が日本の船だということを表しているそうです。そろそろ下船の時刻の8時です。
明るい時間に見ると何か部屋の雰囲気が違うように思います。短い時間でしたがお世話になりました。ありがとう。部屋が一番奥でしたが、お手洗いが近くにあったので良かったです。やっぱり静かなお部屋がいいので、480号室はおすすめです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。インフォメーションでお部屋の鍵を返却し、下船です。下船はとても寂しいですが、また乗船しに来ますね。それまでお元気で、オレンジ愛媛。お別れはしたものの、人道橋の途中からオレンジフェリーをまた見てしまいました。旅を無事終えて、人道橋を歩きながら浴びる太陽は眩しくて気持ちいいな。雲一つない青空にはフェリーのファンネルが入るね。ここの人道橋は長いのでまだ待合室までもついてないんです。この廊下にはクリスマスになるとツリーが飾られるんですよ。オレンジフェリーはいかがでしたでしょうか？皆さんもよかったら乗船してみてくださいね。今回は途中が長い動画になってしまいましたが、なんだか見ていただきたく撮影してしまいました。往復オレンジフェリーに乗船してもまだまだ乗り足りない船子でした。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。